皆さんこんにちは、こんばんは。はじめまして、ヒーラーの花です。今日もよろしくお願いいたします。今日のリーディングは年内に訪れる幸せということでリーディングしていきます。温かいコメント、チャンネル登録、高評価ボタンで応援してくださり感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。本当にコメントもぐっと心が熱くなるようなコメントもいただき嬉しく思っています。今日このリーディングができている心と体にも感謝いたします。はい、それでは、そうですね、年内に訪れる幸せということで、ちょっと撮影機を変えたのはいいんですけど、本当にダメダメな撮影でゆるゆるな撮影ですが、今日もちょっと区画を変えて見てはいて、光も入らないようにすると暗いような気もしますが、また選択肢のカード、今日はスフィーの知恵オラクルみたいな名前のカードですね。はい、では皆さんのエネルギーを読んでいきたいと思います。送ってください、エネルギーを。はい、いきますね。はい、今日はこちらの3枚でリーディングしていきたいと思います。トロントロロン。はい、ではアメジストさん、タイガーアイさん、ヘマタイトさん、はい、直感でお選びいただければと思います。それではオープンします。トロロン。おー、タイガーアイさんオープン。トロロン。ヘマタイトさんオープン。はい、こちらの3枚でございます。お選びいただけたでしょうか。もしまだお選びいただけない方は一旦止めていただいて、気になる、カードを聞いていただくか、それぞれ聞いていただいて気になったメッセージを受け取って、フレーズを受け取っていただくかしていただけると嬉しいです。はい、気になったメッセージがあなた様に今必要なお言葉という高次元からのお言葉ということでございますので、では本日もよろしくお願いいたします。はい、アメジスト、浄化って言われてる。はい、では浄化していきますね。はい、一元とつながりましょう。はい、それではアメジストさんのリーディングしていきたいと思います。はい、年内に訪れる幸せということで、現在の状況を見ていきますね。その前にアメジストさんの特徴を取ってみようかな。特徴、どちらかというといろいろなことに興味を持ちやすい方ですかね。いろんな方向にアンテナがあるので、
パワーも強くてね、素敵なお方だということが伝わってまいりました。はい、いいですね。では今の状況を見ていきますね。今日はサイキックさんで見ていきますね。逆位置できますね。すべて逆位置できたんですけど、今回この黄色い輪が金運という感じで聞こえてきております。はい、ライト付きの機材を買ったので明るく照らして撮影したいと思いましたが、どうしても光っちゃうんですね。ですのであまり意味なかったということに気がつきました。申し訳ありません、中断しました。そうですね、今回こちらのカードから結構金運というふうに聞こえてきております。今現在こう逆位置だったので、お金がまだこう入ってくる前というかね、金運が動くちょっと前、すごく欲していらっしゃるですね。こう願い事もすごくこう執着して叶ってほしいっていう思いが強くて書いたりとかねしてらっしゃる方も多いのかな。ああなればいいな、こうなればいいな、でもそうならないかもなとかいつも考えていらっしゃる方が多いようです。現在そんな感じですね。はい、では訪れる幸せのテーマということで聞いていきますね。こちらのカードから金銭的なことが結構来てるんですけども、お仕事とか、収入源に対しての根を張っていく作業というかね、根を張っていくところにいらっしゃるんですね。そう根を張っていきたい、収入をこちらも結構祈りを捧げているような感じにも聞こえてきますね。何としてでも欲しいものがある、手にしたいものがある、こちらは恋愛観の中でも欲しいもの、恋愛も手に入れたいっていうか恋愛成就も願っている感じも伝わってきますが、主に金運、お金の流れに対してという意味合いがちょっと強いかなと思います今回。ではそれは動く前兆サイン、お金が動く前兆、テーマのサイン、もう一枚ください。あなたらしさを輝かせるためにあなたがしたいことは本当は何ですかっていう問いというかね、その今いくつかのやりたいこととか自分の生きてきた人生の中でこういうのだったらできるなとか、そういうことで、収入を得ていきたいと考えていらっしゃるけれど、そこに収入をつけてしまう、収入という考え方をしてしまうとつまらなくなってしまうなという感じと言いますかね、なんていうんですかね、つまらなく、収入は収入で仕事として考えていきたいですし、という思いもあって、
悩んでいたかと思うんですけれども、それがこうきっかけ、虹のようなレインボー、全長教えてください。きっかけ、もう一枚ください。そういうこう収入源と考えてしまうと、人ってやっぱり抵抗が出ちゃうので、それを誰かを真似るということ、自分がこういうことしたいなという方を探してみる。ネットでもいいですし、本でもいいですしね、雑誌でもいいですし、その関連している方を探してみてください。そこに、あなた様に今必要なメッセージが隠されていますと聞こえてきてますね。十分に輝く力はあるんですが、ちょっと自分にはできないという思いが結構強い目な方が見てらっしゃるのかな。なので収入源として自分のやりたいことをしていくことに対して抵抗があるんですね。ということで、そういった情報源、自分に似ている形をしている形というか、自分がやっていきたいと思っていることをされている方を調べ、抵抗が出ない程度にというかね、やっぱり私はダメなんだっていうところに落としどころを作らない、自分これだったら真似できるかもというところに着地できるような方が見つかるとも言っております。その方を探し当てるのが前兆のサインですね。飛躍するための。では必要なメッセージ。焦る必要はありませんよと。なんかあなた様の頭の中には全部あるんですよね。ありますよと。そのあるもどうやってやっていけば自分が思い描いている収入につながっていったり、仕事につながっていったり、ちょっと恋愛色もあったように感じるので、どうやったらそういうふうに自分が思い描いている世界を作り上げられるのかっていうのは、もうすべてアメジストさんを選んでくださった方の脳の中にというかね、思い描いているものはありまして、宇宙にも届いていて、水面下では叶うように動いていってくれている。でこれを見るとこのカードたちは焦らないでくださいって伝えてきてますね。これ今回年内に訪れる幸せというリーディングで、これも時間軸利用している感じというか、時間を決めてやってますけども、今回この選択肢のカードもそうなんですけれども、何ですかね、あなた様のその心のそのパワーというかエネルギーというか、エネルギーがもう宇宙には届いていて、そのエネルギーを受けてというかね、パワーは
ももちろん叶っていくように、受け取るだけでいいというふうに伝わってきているんですけれども、どうにもこうにも手放せないところにいらっしゃるんですね。どちらかというとこのカードたちがやっぱり今まで生きてきた中で頑張らないといろんなものを受け取っちゃいけないというふうに思っている、なのでゆっくり休んで収入を得るという感覚っていうのは全くないと思うんですね。たくさん動いて努力して積み上げたことでしか、収入って入ってこないよなとか、そういうもっとお金欲しいけどなんでこんなにお金動いてくれないのかなというところにいらっしゃるけれども、今までたくさんのことを学んできたことっていうのはもうすでにアメジストさんを選んでくださった方の英知全て整ってはいて、頭の中全てにもう英知に全部入っている状態なんですね。あとは、ここにジョイってありますよね。楽しむということ、あなた様がもう楽しんで受け取る準備をできた時に全てが叶っていきますよということなんですね。で、そうですね。ですので年内に受け取る幸せということで最後にちょっと見ていきたいと思うんですけども、なんかね今日これがなんか不思議なことにこれを先生術カードみたいな、そうですね、今回こちらマーキュリー、そうですね、今回こちらのカードが水星のカードなんですね。水星、女性性、異なる世界、母性、生き物や精霊の象徴、物事の流れ、湧き出るエネルギー、この世とあの世の境界でもありますというふうに来てるんですね。年内に受け取る幸せとしては、あなた様は知恵の輪をなんていうんですかね、知恵の輪を知恵の輪をなかなか取れない知恵の輪を取ろうと必死というか、そういったような生き方というか、やはり頑張らなければいけないという考え方のもとにいらっしゃるので、ちょっと難しいなという考え、自分の人生って変えるの難しいんだなというふうな考え方が無意識下であるようです。ですがあなた様がここから実っていくいろいろなことを成し遂げていくことはもう現実世界で目には見えていませんが、叶っていくところに全て整って本当は見えていない水面下では起こってるんですよということを伝えてきてくれてるんですね。その知恵の輪、実は熟しています。もうすでに熟しているんですけれども、受け取っていないのはあなた様なんですよということで、ここから金運が苦しかったという方はそういった流れに乗っていくところにいらっしゃるんですね。金運が逆にですので、こういったこともう 金がたくさん入ってきますよっていうね、なんか結構これ遠く見てる感じするじゃないですか。でも実はすぐこの辺すぐあるんですよねというふうに今日は高次元から伝わってきてますね。なんか変なことになってる。すいません、もう一度お願いします。
自分の今まで生きてきた中で自分のことを信頼するのが難しい状況が結構あったのかなと思うんですね。金銭的にも苦しい時期もあり、恋愛もそうですね、ちょっと苦しかったりとかして自分の人生っていうことにねいろいろ考えることが多かったと思うんですけれども、自分本来に戻っていくことによってあなた様らしさ、今まで外の世界での評価や比較で自分の価値を決めていたものが自分自身の自分らしさの評価、自分でいいんだっていう信頼が生まれてきますと、全て整ってお花がねたくさんお花にも動物たちにも周りにいる人にも自分のハイヤーセルフの直感も降りてきやすくなりますというカードが来ていますね。今回この丸っていうのが結構多く感じているんですよね。やはりお金の使う時だったりとかにないという周波数を発していらっしゃる方が、使うとなくなっちゃうという周波数を発していると本当にない世界が来てしまうということを伝えてきてくれていて、もしできる今現在で、できるのであれば、スーパーでコンビニで何か買うこと、一つ買うこと、何でしょう、チキン一つ買うにしてもチキンナゲット買うにしても、そこにいらっしゃる、お肉を作ってくださった方、レジを打ってくださってる方、全ての方に対してありがとうと先に感謝を送れるような感情、今自分であることに少しって思っていらっしゃる方であれば、特に先にありがとうという生きていることに対しても含めてですね、ありがとうというところを伝えていくことで年内に金運が巡ってきますと伝えてきてくれています。今回ねこれも全部が金運っていう感じなんですよね。ボーナスとかもあるので、もちろん金運ある方も入ってくる予定の方もいらっしゃるのかもしれないんですが、この方は金運が良くなりますというリーディングでございました。自分らしく自分を取り戻していくには瞑想が一番私はいいと思っていまして、今回もねこのカードが出てらっしゃるのでちょっと時間を作ってね瞑想してみるのもいいかなと思います。はい、ではアメジストさんを選んでくださった方のリーディング以上でございます。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でもお会いできればと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。花でした。はい、それではタイガーアイさんのリーディング、年内に訪れる幸せということでリーディングしていきます。今日はこれ取りましょうか。タイガーアイさんのちょっと特徴見ていきますね。結構ね暗闇をさまよっていらっしゃる方もいるのかな。なんかちょっと生まれ変わりの
働くのもちょっと疲れたというかね、なんか、そんな方もいらっしゃるようですね。動き結構こう人に言われなくてもというか、動き回ってしまう方というかね、休むことを忘れちゃっている方もいらっしゃるのかな。そういう少し気を抜くとすぐ頑張ってしまうような方が多いようです。こちらもそんな感じだね。そうね、こう姉御肌というかね、男女ともにこう誰かから頼まれ事も多いような感じの方も多いですしね、いろいろこう、仕事でも責任感が強い方が多いね。そんな感じでメッセージ来てますね。はい、では次。結構ね、今回この選択肢も暗闇にいらっしゃって次の世界に行く前というような感じで聞こえてきているので、テーマ、じゃあ今の状況か、今の状況をちょっと見ていきますね。教えてください。お疲れ。自分がしないとって思いがちなんですね。わかりますよ、すごく。私もそういうタイプだったので、ね、全部自分で何とかしないとという思いが強いですもんね。2枚来た。はい、ということで、そう結構ね、頭でいろいろ考えがちなんですもんね。そうそう、こちらの方は結構恋愛色が強いようです。お二人のことで悩んでいたり、仕事とのバランスがうまくいってなかったり、そう恋愛でちょっといつもと同じ恋愛を繰り返している方もいらっしゃる。その沼というかね、その自分のその思考から抜け出さずにいて、今から抜け出していきますよというふうに聞こえてきてますね。そうね、こちらもこう自分らしさというのをやはりこう周りの方と比較していることで、そのパワーがね、半分ぐらい、3割ぐらいしか出して生きれてないという方が、これから生きていくのに自分のパワー、自分のそのエネルギー値で取り戻していくというところにいらっしゃるんですね。そういった風に聞こえてきてますね。なんか2つで悩んでいる方、複雑恋愛の方もいらっしゃるかもしれないですし、仕事転職かそのまま行くか、自分の人生の1000キロにいらっしゃるかもしれないですね。ではテーマ、こちらの方は仕事恋愛どうですかね。ムーンオラクルカードでいきます。やっぱりバランスで出てきますよね。なんかこう心のバランスも取れていないかもしれないですね。結構すぐ沈んじゃったりとかね、頑張り屋さんなので特にそう思ってしまうのかもしれないんですよね。とても賢い方、知恵がたくさんあって、自分のこう、ですので仕事で言ったら管理職とかね、本当に起業されていたり、
成績というかね、たくさんのその賞をもらったりとかする方もいらっしゃるでしょうし、すごくできる方、とにかくこうどのジャンルで行ってもすごくできる方で頑張り屋さんなんですね。ですのでその自分をしかまだ認められてないといいますか、その頑張ってる自分っていうのは評価を得て素晴らしいんだけれども、立ち止まること、バランスを取ることに分かっていて、もうできるつもりで、できてるつもりでいるんだけれども、自分からやっぱりちょっとずれて、自分のその本来の自分、魂の自分が喜ぶ自分といいますかね、からずれているので、ずっとこう雲がある状態なんですね。そこを変えていく時期にいらっしゃる。テーマはやっぱ仕事なのかな。仕事と恋愛も含めて、そのちょっと動きが鈍っている、どちらも動いていないという方も多いようですね。じゃあ何か動く前兆とかサインとかください。実家が遠かったりとかね、どなたかとお話しするって聞こえてきますね。これ見えますか？電話なんですけどね。お話しする方を変えてみる。あと相談されている方を変えてみる。または相談に乗ってくれる方が変わった時に、年内に受け取る幸せの前兆サインですね、これね。そう伝えてきてくれてますね。では必要なメッセージ。あと孤独を感じたとしても、本来それは孤独ではないんですよと、自分らしさを取り戻すために一人でいる時間というのはとても必要ですよとも伝わってきていて、その今までこう一緒にいた方とではなければ得られないと思っていた、例えば、恋愛で言えば愛情とかね、仕事関係で言っても一緒にいることで楽しんでいることでしか楽しめないと思っていたことが一人でも楽しめるようになるということが前兆のサインですね。例えば一人でご飯食べたことないけれども、外食したことないけれどもそれができるようになったりとかね、旅行も一人でしたことないけどできるようになったりとか、そういうのもサインですね。次じゃあメッセージ必要な。あなたの心はねフリー、本当に何してもいいんですよと、できないのと思ってるのご自分だけなんですよという感じでね、伝わってきてますよね。必要なメッセージは、結構自分の軸もずれやすいのかな。強く頑張ってしまうので、他人にやはりちょっと寄せてしまう、他人に喜ばれようとしている自分っていうのを気づかないうちにやってしまっていらっしゃる方が多くて、そのことによって、先々考えたりいろいろいろんな精神的な落ち込みが来た時にいろいろ重なってしまって自分を責めたりとかされるんですね。その時に、もちろん瞑想も私いつも言ってて大事なんですけど、その時に地球に軸を張った自分と宇宙に軸を張った自分にまっすぐ線入れてみて、私は
もうぶれませんっていうね一言言ってみてください。やはりこう自分らしさ、そうですね、その自分っていう、例えばこの沼っちにいる時とかもね、なんて言えばいいんだろうな、なんだ、簡単に教えてください。もう一枚もらいましょう。その本来の自分っていうのは違和感を感じたり、頑張りすぎている自分に対してこう警告音じゃないですけど、ピピピピピじゃないですけど、なんかこうお知らせがあるとすれば、その時に不愉快になったり、こう怒りが増して出てきたりいろいろするんですけども、それさえも自分を責めて、なんて言うんだろう、私はの頑張り、それさえも自分で責めてしまっている。そこ、その苛立ちとか、もちろん頑張っていて他人のその意見でずれているうちっていうのは、そういう怒りとか必ず出てくるんですね。ただその本来の対外愛さんを選んでくださった方っていうのは、本来本当に優しくて、そんな、なんでしょう、怒りという感情が出ないくらい本来の自分たちっていうのは、こうなんていうの、怒りをもちろん感じてもいいですし、感じきるっていうワークをされている方もいると思うんですけれども、私はそちらにこうフォーカスしない方がいいと思ってる派で、結構そのワークとかも分かれてくるのであれですけども、もしご自分でね心地いい状態でそのやれる、こうなんか怒りが湧いてきた時っていうのは、案外チャンスで、自分らしさを取り戻すチャンスなんだなっていうところを思いながら、自分の軸はぶれませんっていうのが大事ですよということですね。意味大丈夫ですかこれで。はい。そう、ただあなたはこの地球にいるだけで存在がもう完璧なんですよと、そのままでいいんですよと、頑張りすぎないでくださいねって伝えてきてくれてるんですね。そう、結構このメッセージっていうかね、これが本当は必要なんですけども、こうなかなか自分らしさに戻るまでのね、その武装一枚一枚着ているものっていうかね、殻を破っていくのって苦しみを味わったりするというかね、苦しかったりするので、途中でやめたくなるんですよね。その脱ぐのも涙が溢れてきて一枚一枚なぜ泣いてるのかわからない日があったりとかするかと思うんですけれども、何でしょう、人涙っていうんですかね、一回泣くごとにだんだん自分らしく戻っていってるので、もちろん涙が出たいと言ったら存分に泣かせてあげてください。そんな自分も責めることなく、どんな自分でも価値があって生まれてきているこの世に生を受けたというところを感じていただきたいなと思います。では、年内に受け取る幸せ、こちらは、海王星ですね。ネプチューン、そうネプチューンさん、海王星はね、海、包容力、母性、静か、性ですね。水よりも深く静かな象徴、すべてを生み出す母体、優しく包みすべてを飲み込むね。本当にあなた様という存在がすごく温かくて母性が強くて、こうみんなを優しくまとめる素晴らしい方だけれども、ご自分の心を聞いていないというか、自分の心の声、インナーボイスを癒していかないと、このなかなか暗闇から感情の波、こう暗い自分を責めちゃったりするね、その暗い闇というかね、暗いところから
上がってこれませんよ、上がってこれない、その暗闇にフォーカスしてしまいがちになりますよってことですね。そうですが、その年内に受け取る幸せというのは、あなた様はそういう暗闇を自分が作り出しているものだと感じられるようになっていき、抜け出せますよということです。すごく知恵を持っていらっしゃる方ですので、このバランスもね、雲が抜けていきますよというふうに聞こえてきてますね。はい、ではもう一枚最後に、年内に受け取る幸せ。そうですね、すべてのタイミング、パーフェクトなタイミングで全てがやってきますということで、結構ご自分がご自分を縛っていたということに気づけるタイミングが来るので、それはもしかしたらすごく自分にとっては不快なことだったりもするんですけれども、今回今まだね、不快というか、そこまですごく大きな出来事じゃなくても、誰かに何か言われたことで急に自分がぐさっと来てしまったりとか、対人関係の中であったりしますよね。そういうのもですね、あなた様が何かをその今の状況を抜けるために全て起こっていますよと、ベストなタイミングで全て起こっています。結構恋愛で悩んでいる方に対して、じゃあ1枚で言ってますね。ストーブさんがもしね、新しく2人の方で悩んでいる方であれば、新しい出会いもありますので、そこに執着しなくてもという声も聞こえてきてますね。とてもあなた様は守護する存在に守られていまして、あなた様をね、あなた様の執事、ハイヤーセルフとかもそういう感じなんです。執事として捉えて、私が本当に私自身がタイガーアイさん自身を選んでくださった方自身が執事に向かって、これをしてほしいって思うことを自分にしてあげてくださいというふうに聞こえてきてますね。では2人いらっしゃらないというか、普通に仕事と恋愛で悩んでバランスが取れていない方に対して1枚出しますね。とにかく自分を愛することが先ですという言葉ですね。はい。ですので年内いろんなこと起こってくる。1ヶ月あとちょっと半もないですね。でも全てのタイミング、全て素晴らしいタイミングで全て運んできてくれていますということで、ご自分のね、声をよく聞いてくださいという高次元からのメッセージですね。で、そうですね、急に昔一緒に仕事してた方からお誘いに電話があったりとかね、する可能性も高いですね、この方は。はい、ここから年内また楽しくお過ごしいただけるかなと思います。苦しさも、地球に降り立ってきた自分を知る旅として捉えていただいて過ごしていただくと、この霧のようなものがさーっと、雲がさーっとはけていくという年内に受け取る幸せですね。ニューラブもちょっと期待しつつお過ごしいただければと思います。はい、本日タイガー言えてないですね。タイガーアイさんを選んでくださった方のリーディング以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。花でした。
はい、それではヘマタイトさん選んでいただいた方のリーディングさせていただきたいと思います。年内に訪れる幸せということで、まずヘマタイトさんを選んでくださった方の特徴をちょっと見ていきますね。今日はアニマルオラクルさん。結構こう感情の起伏のがある感じですかね。なんだろう、この今日やだミニトマト好きって聞こえてきましたけど、情熱的な方なんですね。内に秘めている情熱的なところを持っていますね。とてもそれが素敵な方様の魅力。皆さんを癒す力もあるし、そうなんか文章を書くのがとても上手、感情を伝えるのが上手というふうにも聞こえてきてますね。今日こちらのカードちょっと迷路っぽい感じで伝わってきてますね。はい、では今の状況、現在の状況を見ていきたいと思います。はい、サイキックオラクルカードさん。すでにサードアイのチャクラが開いている方、これから開く方がいらっしゃる。いつもこう割とね険しいところに進んでいきたがりだったけれども、ちょっともういいんじゃないかなって思い始めている方が多い。こちらもそんな感じですね。なんかこう年内で仕事辞めて一区切りされる方もいるのかな。ちょっと次のステップまで一旦休もうかというところにいらっしゃるんですかね。このサードアイのチャクラ、こう消化体の活性、消化体が活性化したということで、今まであんまりこう何ですかね、こう目に見えない世界とかそういう、仕事で行けば努力や忍耐でなんとかなると思っていた、そういう時代でもありますし、そう思っていたんだけれども、ヘマタイトさんを選んでくださった方はこういろんなことが人生で起こった中で、その思考をサードアイが活性化されて、その思考自体がどうなんだというか、その思考を取り払いたいと考えていると言った方がいいんですかね。もうそういうのじゃないんじゃないかこの時代はというか、次のステージというかね、次の人生のこうフェーズはそこじゃないんじゃないかと思ってらっしゃるんですね。ではテーマ、年内に訪れる幸せのテーマ。お仕事で話したけど恋愛でも同じ感じですね。こちらの方は結構恋愛色強いですね。ヘマタイトさん選んでくださった方、心の鍵、
今まではそのお相手に無意識化で好かれようとしていて、こういろんなことしてあげたり、お料理してあげたり、それが決して悪いとかそういうことではないですよ。そのいろんなことをしてあげたい自分がいて、尽くしてあげてることに喜びを感じていらっしゃった方もいると思うんですけれども、実はすごく尽くされたいからやっていたことということに気づいたりとかするんですね。で、心もそうですね。ですので恋愛の中でも心の鍵が実は開いていないといいますか、本来の自分、ここにね霧っていうか、本来の自分じゃない自分で自分の心を開けようとしているというかね、ちょっと意味が不明かしら。本当のその本来の魂の自分っていうのは、そのお相手に対するその行動っていうのは、実は自分がしたくてやってたわけじゃないっていうのを知ってらっしゃるけれども、それがお相手に好かれる術だとずっと学んできたというか、その外側の何か情報を得て、そうしなければ自分はこう他人と周りの人と比べて愛されないんじゃないかと思ってきたという方が多いようです。ただそれがここから本当の自分っていうものに対してのそのことがあったからこそ、ここからの人生は本当の自分で愛されたい、愛したいということを感じていかれる、それがテーマです。本来の自分を見失っていた、ちょっと迷路にはまっていたということですね。ちょっと迷路にはまっていた方もいらっしゃる。その本来の自分っていうのは、実際だからね、お相手に寄せていかなくても愛される自分なんですけれども、それをその方法以外分かんないぐらいなんていうんですかね、自分らしさよりも相手が喜ぶことをやっていたけれども、そこから自分に目を向けていくというのがテーマとなってますね。じゃあ前兆のサイン、この方は結構フェマタイトさんは選んでくださった方は結構な変換ですね、これは。そうですね。なんか前兆のサインは本当に自分が楽しんでる時にパッて、これやりたかったんだみたいな、そう、自分今まではこれがお相手様で、これが周りで何かしてあげてるのがあなた様だとすれば、あなた様がこれ真ん中、お相手は付属品で、ちょっと言い方はごめんなさい、なんかそういうあなたの人生ですよという、ですのであなた様が楽しくしているだけでお相手様っていうのも寄ってきてくれるんですよということをこのカードが伝えて、高次元からね伝えてきてくれてますよね。そしたらそのメッセージね、必要な、そうね、こちらもね、なんかそういう感じですよね。ナチュラルなあなた、その好かれようと頑張ってきたあなた、それはそれで責めたりしないでくださいね。それもあったからこそ、ここから幸せになる、受け取る幸せっていうのが大きくなったとお考えいただく。ですので、今までのそのお相手に好かれるような生き方ですと、いつまでたっても自分は孤独を感じてしまうんですね。これはどのパートナーシップでもそうです。結局自分自身を愛してないと
っていうところに行き着くんですね。というところを知っていかれるということで、ご自分をメインにした生き方をここから受け取っていかれますよということですね。じゃあ年内に受け取る幸せということで、今日はこちらの占星術のカードなんですけど、こちらは月ですね。こちら月は女性性、情緒、変容、消極性、女性性が非常に強い象徴。吸収や陰の力、内側に力を向ける月の満ち欠けによって意味がそれぞれ異なるということで、そうですね、結構これも近いことを言ってるというか、自分の内側にとにかく目を向けてくださいって伝えてきてくれてるんですね。あなた様のその持っている力というのは、もっともっと輝くために、結構蝶のようにこう花開いていくっていうかね、ほら蝶々こう羽ばたく方、もっと綺麗に羽ばたけるということですね。実はすごい力を持っているんですよ、あなた様はと。自分で自分の、尺、普通、ここまでっていうのを自分で決めてらっしゃいますよとメッセージが来てますね。ですので年内に受け取る、幸せというのは、その自分の枠を取り払って、もともと持ってるそのこう情熱っていうかね、温かいその情熱を取り戻すということですね。でご自分のその内側の自分の鍵の穴、アロマスクルンですね。それを知ったこと、その自分の心の鍵の穴を自分でカチャッと開けれるようになって、素敵な恋愛が来るんですね。ではもうすでにいらっしゃる方に1枚ね、結構過去世から一緒にいた方もいらっしゃるくらい素敵な年末年内に素敵な、平和な素敵な状態ですね。そうですね、同じこと言ってるんですけども、恋愛まだパートナーがいらっしゃらない、あまり疎遠になっている方であれば、あなた様は自分自身に内側の自分のその声に従うことによって素晴らしい愛が築けますよと伝わってきています。ですので年内その自分を、整える期間といいますか、そのご自分が今までお相手様からの愛情だったりとか、人間関係で言えば、周りの方から評価を欲しがっているようなね状況だったとすれば、ご自分自身が認めていれば何してもいいんだっていうところに気づいていかれるという幸せですね。それが一番ここから楽に幸せになって生きれる状態に入っていきますので、その状態を受け取るという素晴らしい状況が来ます。そうすることで恋愛も花開いていきますよと言っておりますね。はい、ということでヘマタイトさんを選んでくださった方のリーディング以上でございました。あと年内1ヶ月半ありませんけれども、楽しんでお過ごしいただければと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。花でした。